じゃあゆっくりお話できればなと思います。はい。では乾杯。乾杯。SNS チームを僕の YouTube の SNS チームをちょっと今回は連れてきて、前回西村さんがなんか僕がパッと喋った時にこれ撮っといた方が良かったなっていうのを僕覚えてたんで、今回ちょっと来てもらいたいっていうのをちょっと伝えて来てくれて、じゃあもう人が飲んでるとこずっと撮り続けるっていう拷問のような今日はちょっと付き合ってもらいたいということで、はい、今の動画とか全部撮って編集もされてるんですか？あ、そうです。プールのやつなんですよ。そうです。あ、そうです。プールのやつめっちゃ面白いです。めっちゃ面白いです。ありがとうございます。何が面白いですかね。いや練習めちゃくちゃ面白くて、もう本田さん自体も面白かったですけど、なんか本気になってる感がすげえしょうもないじゃないですか。長距離どうでもいいと泳げばいいのにね、本当ですよね。でも PK とかやるから距離には敏感じゃないんですか？いや、敏感なつもりだったんで、あ、なるほど、それでなんか納得いく。納得や僕は距離にはうるさいぞと。フリーキックの時の壁がボールからの壁の位置が9メーターなんですよ。で、プールはもう僕からしたら15メーターはあると思ってたんですよ。なるほど。1.5 12メーターみたいなそんなはずはないみたいなことになったんですよ。あれをだいぶくだり長いけどだいぶ編集してくれたんですよ。それでも編集してるんですか？現場的にはこの人いつまで言ってんだろうみたいになりません？だって測っても文句言うからやらせゼロですもんね。いや、やらせゼロですね。本当ね。いつも一緒に移動してそうですね。そうです。ははいい。そのカンボジアとかでもはい。あ、そうです。すげえプライベートどうなってるんですか？プライベートはもう一緒です。すごい。一緒です。はい。まあ本当究極な話はまあ当然ながらもう部屋の空間、自分の部屋だけですよね。ついてこないのは。はい。そうです。そうです。それが大体ついてきます。付き合ってるんですよ。どうも男だらけです。今回西村さんといつチームの面談、僕最初西村さんと面談させてもらって一応ルールで決めてたんですよね。なんか全員がなんか働きたいと思える人だけを採用しようっていうルールを最初僕と塚吉さんと杉本さんと名村さんであと涼介で決めたんですよ。それが一応条件なんですよ。全員がもう最初はこだわろうと、満場一致でいこうと、仲間と思える人だけを集めようっていうんでやったら、西村さんにも僕らのチーム一応そんな感じでさせてもらってるんで、なんか全員と面談してもらっていいですかみたいなこと言って、全然いいですよみたいなこと言って面談行った時に、スラックがざわつきましたからね。一般応募フォームで応募したんですよ。そうなんですよ。募集。そうなんですよ。そうなんですよ。同時ってことですか？最初見落としてたんですよ。400人ぐらいあって、しかもそのうちに同時だってカタカナでひろゆきだったら分かるんですけど漢字なんですよ。誰も気づかないっていう。全然連絡ないからスルーされた。でざわついたんですね。ほんでもう名村さんが一言逆面談になりそう。俺らが面談することあるみたいな。企業の木の字も分からなくやってみたものの、それは分からない人間がやったらあんな感じになっていろいろ分からんまんまここに来てなんとなく分かってきてっていうところでようやくスタートラインになってあって、多分普通の起業家が起業するタイミングぐらいの知識が身について進めてるかなっていう感じがします。鈴木さんの企業結構前からやってるんですよ。僕らはそうですね、12年から、ただ僕らの畑でやってるんで。サッカー以外のところに行くっていう。はい、もうアナログなんでサッカースクールという、いわゆるソフトウェアっていうのが僕特殊だと、もうかなり特殊だと思うんですよ。そうですか？いや、そうですよ。涼介わかるよね。めっちゃ勉強したよね。いや、それはそうですよ。なかなかね、意味わかんないですね。そのフィジカルってできない人は不可能じゃないですか。ソフトウェアって単に速いか遅いかで、時間かけて作れるじゃないですか。いや、その感覚わかんないです。要は
その誰も思いつかなかったようなアルゴリズムでプログラム書く必要ってほぼなくて、大体こういうもの作りたいな、じゃあこういうデザインでこういうコード書いて、大体まあ早い遅いとか処理が早い遅いとか、じゃあどのくらいまで処理できるとか幅はあるものの、動くものを作るっていうこと自体だったらプログラムは基本どんなものでもできるんですよ。だからサッカーとか無理なものは無理じゃないですか。いやでもそのサッカースクールという事業を立ち上げた時に、まあ僕の実績があり、僕が始めます、じゃあ場所どこにするか、場所を借ります、家賃安くできるだけ交渉します、じゃあ子供をどうやって集めるか、チラシを配ろう、学校が近くにあるぞ、全部配りに行こう、全部走ったらできるんで、もうフィジカルしか使わないです。走るんだ。はい。いやそこでネット上でなんか LP 作ってみたいなのがいやいやもうわけわかんなかったっすよ、ね。やってますよ、こっち側は。もうちょっとやってます。もうちょっとはやってますけど、もうちょっとやってるけど、ちゃんとやってますけど。いやいや、やってますよ。やってますよ。本田さんは走ってたみたいな。やってますよ。とりあえず走っちゃう。なんかやんなきゃ。全部僕は2012年からリモートですから。結構リモートで何かやるっていうのは西村さんほどじゃないですけど、僕は結構経験はあると自負してます。すげえ。すげえ。すごいです。そこすげえ断りましたから。いやいや絶対バズりじゃないですか。違和感なかったです。ヒットしました。飲めるんですか？あんまそうっす。じゃあ今日は飲んでください。明日も普通に仕事なんですか？僕も明日練習です。飲めるじゃないですか。飲めないです。全然飲まないよな。そうなんですか？気合いです。根性だけで成功しまでいつまでだっけずっと禁酒してたもんね。いつから丸4年ね。へえ。丸4年禁酒したんですよ。禁酒して。禁酒ってやっぱ効果あるんですか？いやいや、もう自己なんです。ちゃんと要はちょっと飲みたいけど自分ルールを守るかっていうだけの話です。むしろその4年後破るときは何のきっかけなんですか？ワールドカップ終わった時でした。そりゃ飲むね。でも負けたんですけど。まあでも飲みますよね。それ。きっかけとしては一応やったっていうところありました。ワールドカップ終わって次のワールドカップまで禁酒してたそうです。そうです。すごい。確かに4年間。サッカーで食ってくって決めたのいつなんですか？で結構その食ってくっていうの。俺サッカーうまいなぐらいは分かるじゃないですか、はい、でも食ってくとサッカーうまいって結構違うじゃないですか。違いますね。でじゃあまあこう中3で星稜高校に行った時に父親に、僕ガンバジュニアユースからユースに上がれなかった時に上がれなかったんですよ。で祖父母にもう大阪の公立高校に行きなさいっていうのを、もう要は夢を諦めなさいって言われたのに、こう納得できず、父親に直談判して星稜高校という私立に行かせてもらうタイミングですよ。覚悟というか。その時はそのガンバのユースに行けなかった時は努力をしてなかったのか、それとも本当に能力的に低かったんですか？まあ能力は7人上がったんですけど、まあそれ以下でしたね。努力はしてました。むしろ努力は結構割となんかその成長中毒みたいなところは昔からあったんで、割と人よりもちょっと嫌なことをやり続けることは得意な方だったんで、実力が負けてましたね。やっぱ成長の段階ってあるんですか？あります。あります。僕で言ったら当時を分析すると身長だけパンって伸びたんです。中学校で20センチ伸びたんですけど、でもいわゆる成長痛に悩まされていきなり伸びたっていうのもあって筋肉がついてこずイメージ通りのプレーがやっぱできないってあるんですよ。自分ではこんなはずじゃないっていうぐらい自分の体が動かないっていうのが僕の中学時代の分析ですね。でもそれを真の実力かと見るかというと、そう見たらダメなんですよ。指導者はそういうもんだって見てあげないとダメなんですよ。遅咲きの可能性があると見てあげないとダメなんですよ。
で僕は悔しい思いしながらこんなはずじゃないこんなはずじゃないって言って結局落ちたわけですよ。そういう中学生小学校6年生中3いっぱいいるんですよ。ここはやっぱナウドゥとしては拾っていかないといけないわけですよ。球技はやっぱり技術が劇的に伸びるっていうその締め切りがあって、ちょびちょびは大人になっても伸びなくもないんですけど、劇的にはもう大人になってから絶対伸びないんですよ。オランダ人で皆さん知ってるか分かりますけど、有名なヨハン・クライフっていうもう死んだ人がいるんですけど、彼がもうサッカー界に何度もこういう名言を残してて、一回身につけた技術は二度と失わないっていう、逆に言えばなかなか身につかないってことなんですけど、大人になってからはそうなんですよ。だから幼少の頃にもう技術を身につけろっていう、ナウドゥコンセプトでいう落とし込むと、やっぱり小学生ぐらいの子はもう徹底的に自主練でボール触らせたいよね。間違いない。小学生でクライフターンとか学んだ方がいいぐらいで、もうガンガンやらせます。技術、ボールに触れる回数もキャプテンズなんです。ボールは友達こそもう成果が出ます一定のところまでは大人になっても伸びます。なので割とサッカーが楽しめるところまで一生懸命やったら絶対伸びます。ただやっぱりその先の話だと思ってて、この今の言ってる技術っていうのはやっぱりある程度小さい頃からちゃんとやっていかないと、イングリッシュでその語学でいうネイティブスピーカーに大人からじゃなれじゃないですか。それにちょっと感覚がそんな感覚に似てる。でも全然ビジネス界は行くまで勉強すればできるじゃないですか、今からでも僕たちだと。その先に行くのが難しいっていうのと一緒かな。ネイティブ技術なんですよ。手続き記憶って言って、やっぱり意識せずにできる記憶みたいなのがあるんですよ。なんか言われてちょっと分かってきました前回僕と津田さんと涼介でミーティングしたときに、誰でもまずこのコンセプト分かってたらメンターやれるかもしれないっていうのをちょっと落とし込んだんですよね。言語化したんですよね。それが、ナウドゥのメンターが何をするかで、そして僕がこの1週間で3人の小学5年生中2高3の子たちに何をしたかっていうことなんですけど、一言言ったら意識を変えたんですよ。意識を変えた。そんでそこに紐づいてくるのがピッチ内ピッチ外なんです。でピッチ外で言ったらさっき言ったように食事睡眠、この辺ですね。ピッチ内はプレーのことじゃないですか。プレー内のピッチ内で何を意識を変えるのかってことなんですけど、例えばじゃあ、105メートルのピッチ、縦がピッチで67メートルのピッチなんですけど、ボールを受けた時に選択肢が山ほどあるんですよ。いる場所によって、まだゴールまで60メートルやったらゴールを意識する人っていないんですよ。でも極めてハイレベルな意識をしてもらいたいから、ゴールにつながる意識を結びつけるのがメンターの役割なんですね。それを全く関係のないプレーを意識させるのがその辺にいる指導者なんです。でこれを僕はものすごいハイレベルな意識を変えたいんですよ。ピッチ内でも、いや横にパスしました。なんで横にパスしたんですかって、前ですよ。60メートル先のゴール意識出しないとどうするんですかっていう意識を変えるっていうことしか僕やってないんです、この1週間。そしたらどうなるかって言ったら、今度何が必要か、その意識を変えたけど必要なのは、シュートする意識を持ってください。ドリブルする意識を持ってください。横にパスしないでください。常にゴール、相手が嫌がるような意識を持ってください。意識を変えるようなことしか言ってない。大したこと言ってないですよ。難易度の高いことしか言ってないですよ。そしたらじゃあこの子は何が必要かって言ったら、それを実現するためのここが大事なんですよ。ここが大事なんです。僕はメンターは意識を変える。ピッチ外、ピッチ内。ピッチ外は睡眠、食事。ピッチ内は難易度の高い要求なんですよ。逃げてるところを違うんです。チャレンジさせる要求なんです。この意識を変えるときに必要なのがフィジカルと技術なんです。それをやるだけの体があるのか、身長が必要なのかもしれない、ジャンプ力が必要なのかもしれない、スプリント能力が必要なのかもしれない、止まってまたする加速力が必要なのかもしれない、何かしらが必要なのか、相手を吹っ飛ばすパワーが必要なのかもしれない。あらゆるフィジカルが必要なんですけど、あとはそれにちなんだそれと伴った with テクニックが必要なんです。意識を変えてるだけなんですけど、あ、これ俺こういう練習をしないといけないっていうのを
いわゆる自主練とかでやらせるっていうことにつながるんですよ。走り込み、パワートレーニング、筋トレ、またはリフティング、今日やったドリブルとかあれフィジカルも伴ってるんですよ。10秒4っていうタイムにテクニックがついてくるんで、あれの宿題をやらせるなら技術とテクニック両方求めてるんですよね。でもあれができたらシュートを意識してくださいっていう意識しかみんな誰でも言えるようなこと言ってるんですけど、あの場であそこにいたシーンと送られてきた動画からシュートを意識してください必要なのが意外に今日の僕の8の字ドリブルかもしれないわけです。でそういう風につながってくると結局メンタルやること何かって言ったら誰でもできるかもしれない可能性があって、人気さえあれば、なぜなら意識だけ変えてほしいんですよ。ヒット狙いに行くんじゃないですよ。もうちゃんとホームランしか狙いに行かなくていいんですよみたいな。じゃあでもホームラン打とうと思ったら何必要？フィジカルと技術ですよねと。じゃあ何やればいい、どういう筋トレ、どういうトレーニング、どういう素振りのやり方やればいいんですかっていうだけなので、じゃあ自主練何をやればいいかめっちゃ簡単に指示出せますよねみたいな。みたいなところの結構誰でもメンターやれますよね、人気さえあればみたいなところに落とし込んだつもりが前回の一応言語化もミーティングなんですよね。なぜミスしたかと知ることが価値なんですっていうぐらいがチューターは一言言うわけです。そうです。いや君のミスは OK ですみたいなことが言う。知れば、フィジカルと必要なフィジカルとテクニックがないことが多分言語化されるはずなんで、そしたらもうバックパスに逃げずに前向いて何かやった時に必要なフィジカルと技術が明文化されますよね。その例えばボール持った相手がいて抜いてみようとかチャレンジをする人ほど失敗するじゃないですか。で失敗するとまあチームからお前のせいでボール取られたとか、やっぱりそのマイナス面あるわけじゃないですか。なのでそのチャレンジする子であればあるほど多分マイナス多くなると思うんですよ。間違いない。なんかあいついつも自分でやろうとするよねとか、素直にパス渡せばいいのにみたいなので割と嫌われがちじゃないですか。はい、そこをどうフォローするかっていうのはチューターですよね。メンターも行きますよ。メンターは絶対行きます。メンターが言ったら多分かなりね、多分勇気出ますよね。一言言っちゃ無視なんですけど、一言アドバイスでもう無視です。はい。目立って無視って言ったらちょっとあまりにも乱暴なアドバイスなんであれば、すげえって言います。もうそこまで味方に批判されて嫉妬されてるの君だけだねって言います。他の人はみんな空気読んでるってことだよねって思う。君一人だけだって空気読まないのすげえ。でクリスチャーノも空気読まないからねって一言言ったら、クリスチャーノ読まないんだってなるかもしれない。スティーブ・ジョブズだと思うんですけど、その子供に今日どんな失敗したっていうのを言わせるっていうのをやってて、なのでその失敗するのは当たり前だし、失敗の報告を毎日しなきゃいけないから失敗をしようとするんですよ。へえ、すげえ面白い。それいいっすね。今日何失敗したっていうのチューターの一つのもう一言だけでいいんじゃない。失敗自慢しろみたいなナウドゥのコンセプトめっちゃいいかもしれない。カンボジアちなみに僕こんな感じですよね。そうですね。失敗したらガッツポーズしろって言ってるんですよ。そうです。めっちゃもう僕らやろうとしてるカンボジアのサッカーってどんなかって言ったらめっちゃとにかくつなぐんですよ。ゴールキーパーもつなぐしディフェンスもつなぐし、つなぐと何が起こるかって言ったら取られたら失点するかもしれないじゃないですか。だから J リーガーでもどうするかってみんな蹴るんですよ。蹴ったらとりあえず遠くにボール飛ぶんで取られても失点するような場所にボール行かないんでやらかすっていうことがないんですよ。でも僕のサッカーはやらかすことがありえるんですよ。やらかすの怖いじゃないですか。でももうやらかすの怖くないと思わせるためにもうやらかすようなところで失敗してもガッツポーズ俺に向いてガッツポーズしろっつってね。誰もガッツポーズしないですね。しないんだ。いやまあしないよね。意外にやっぱりみんな傷つく。でもいつも言ってる全然 OK ですね。ガッツポーズしろっつって。素晴らしい。すごいいいな。今日何失敗したいいな。すごい。クラブチームに入った時のどれくらい拘束されたのかあんまり分かってない。物理的に日本に来れなくなる可能性は結構ありますよね。あります。フィジカル的にはかなり制限されます。別にでもリモートを組み合わせるわけですよ。いやもうリモートのスペシャリストですから。リモートって僕もアメリカで働いた時に結構日本と時差が全然違う、国によって違う、真逆っていうところも
そこは皆さんにご迷惑をおかけするかもしれないです。でもヨーロッパなんで、7時間8時間日本がアヘッドするんで、僕が昼から例えば午前中に練習で昼からビジネスする場合はもうすでに夜なんですよ。8時とか。はい、その辺からホンダからガンガンメッセージ来始めたとかになるんでこっち眠てえぞっていうのが夜型苦手な夜型じゃない人は思うかもしれないんで、ちょっとご迷惑をおかけするかもしれないです。でも西村さんもそういうのは時間帯僕と一緒なんで、パリなんで、多分僕と多分皆さん寝てる時に僕とってもしかしたら西村さんめっちゃチャットしてるかもしれないです。起きたらめっちゃ話進んでた。起きたらめっちゃその後2人とも反応しない。どういうことなんですかって。めちゃくちゃ夜型なんで、基本的に。なんかそれ聞きたいです。皆さんのその生活のスタイル聞きたいです。なんか日常のベーシックちょっと聞かせてもらっていいですか。じゃあ杉本さんから。僕は結構早く起きてますね。4時とかに。4時結構どこじゃないですか。寝んの何時なんですか。12時とか1時。短くないですか。信じらんないです。割と短い。信じますよ。いやいや信じらんないです。羨ましい。すごい。4時に仮に起きて大体何するんですか。なんかプールとか見てたりとか。寝ましょうそれだったら。もうなんか二度あ寝したくなります。と作ったりしてますね。電子工作好きなんで。なんかショートスリーパーですか。あ、そうです。割とショートスリーパーすぎてやばい。夕方とかに眠くなったりしません。いや、そんなにやんない。いつもこんな感じです。昼寝もそこまでしなく。そんなしないですね。たまに昼寝しますけど、1時間ぐらい。そうですよね。塚地さんも夜型ですよ。僕は夜型ですけど、まあでも5時にしようと思ったら全然できたんで、特にって感じですね。普通だったら12時ぐらいに寝ようかなぐらいに考えて。12時に寝たら7時ぐらいに起きてます。じゃあ7時間ぐらい寝るんですか。そうですね。7時間寝たらまあ何も問題ないって感じですけど、そこ割るとちょっと眠いかもって感じ。僕はだいたい睡眠時間がまあ一応目標の時間が9時45分に寝ようって決めてるんですけど、だいたい寝れずに11時ぐらいに寝てます。だいぶ最初から11時。いや一応睡眠時間の理想が8時間なんですよ。で起きる時間だけを決めてて5時45分なんですね。はい、で朝一応英語をもう400日近くやってて、朝2時間半見ました数日前の2時間半動画のもう400日続けてるんですよ。そうなんですよ。すげえ。はい、なので一応ルールを決めて5時45分に起きないといけないんで、9時45分に寝たら8時間寝れて完璧と思ってるんですけど、まあ11時ぐらい寝てて若干寝不足みたいな感じです。僕は睡眠時間短くするとき枕使わないんですよ。枕使わないでないんですか。楽？枕を使わないとかってあるんですか。その寝るときにあんまり眠くないときは枕を使った方が寝入りやすいんですけど、はい、実際睡眠時間短くしたいときとかめっちゃ眠いときって枕ない方が多分その脳に血液をどれくらい回して循環させるかの話で、枕がない方が多分血流回るっていうので睡眠時間短くて済むってことなんじゃないかなって今仮説なんですけど。すげえ。いやアスリートとして成功しそう。めっちゃ納得感ある。睡眠奥受け。今日から枕なくそうだね。いやいやもちろんなんですよね。枕ないときに眠れないんですよ。ある程度高くして脳の血流下げた方が意識が失いやすいっていうのがあったりして。なるほど、納得感しかない。すみません、30分までなので。はい。ありがとうございます。これは良かったです。なんかサービスの話するよりみんなの睡眠時間を知れたことの方が僕的には価値がありました。お子さんとかいらっしゃっていろいろ明日のこともある方はここにお開きにするので、残りたい人だけ残ってください。はい。とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様です。